皆さんこんばんは。本日も文化はチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日は旅手帳のお話をしたいと思います。よければ最後までご視聴ください。3月の12、13日の2日間でプロッターのポップアップイベントストアが名古屋で開催されました。私もそのイベントに合わせて3泊4日の青春18切符の旅に出かけてきました。今回はその時に持っていった手帳などを紹介いたします。この巾着に今回の旅行での手帳と文房具を一式まとめて入れています。まずバイブルサイズを1冊、ミニ5サイズを1冊、トラベラーズノートのパスポートサイズのノートを1冊、あとは筆記具を持ってきました。では一つずつ紹介していきます。まずこちらのトラベラーズノート先に紹介します。今回は本体は持ってかずにこのパスポートサイズのリフィルを1冊持ってきました。このリフィルはスタンプ帳として使っているものです。名古屋、京都、静岡でそれぞれ1泊ずつしてきたんですけど、その時に京都のトラベラーズファクトリーにも行ってきました。トラベラーズファクトリーといえばスタンプなので、このスタンプ帳を連れて行きました。押したスタンプとかはサブチャンネルの方かどこかで開けていると思うので、よければそちらを見ていただきたいんですけれども、めちゃくちゃ薄いのでそんなに荷物にもならなくてとても便利です。続いてプロッターの手帳2冊です。皆さんって旅に出かけるとき旅手帳とかそういうの持ってかれますか？私は手帳はアナログ派の人間でずっと来ているんですけど、プロッターにはまる前はそこまで手帳を書くタイプじゃなかったんですよね。今までは仕事とプライベートで手帳をそれぞれ1冊ずつ持って、それぞれのスケジュールをそれぞれの手帳で管理するだけとして使っていたので、特に旅行に出かけるからといって旅行用の手帳とかそういうのを持っていかなかったんですけど、今回初めて旅手帳というものを用意してみました。旅手帳といっても旅手帳用のプロッターを持っているわけじゃないので、今持っているプロッターの中からちょっと中身を旅仕様に変えて2冊連れていったというような状態です。それがこちらの2冊になります。こちらはプエブロのミニ5サイズを連れて行きました。今のところ私が持っているミニ5サイズの本体はプエブロだけだったので、自動的にこれになりました。中はいつも通りミニ5のリフィルメモパッドと、あとはこのカードケースを連れてきました。フィルメモパッドの方にはいつも通りちょっとしたメモとかを書いています。今回はめちゃくちゃ計画を立てていったというよりも、その場の思いつきとかで、よしここに行きたいからここに行こうとか、そういう感じで行動をしていました。例えばこことかは京都で泊まった日に朝5時に起きたんですよ。でそこから眠れなくなっちゃって、よしじゃあ観光に行こうっていうことで、朝早くから空いてるところとかをざっと調べたり、その近くで回れそうなところを調べて書き出したりとか、本当にそういったメモとか、青春18切符って特急とかに基本乗れないので、電車に乗っている時間が1日平均4時間とか5時間とかあったんですけど、その電車の中で思いついたことをパッとメモしたりとか、旅先でのメモ帳としてとにかく使っていました。こちらもこういうショップカードとかをついつい集めてしまう癖があるので、旅先でももらったら入れようと思ってカードケースを持ってきました。実際にはこの泊まったホテルのショップカードぐらいだったんですけど、あってよかったです。そうこれはポップアップで購入したんですけど、こちらの方にはアクセサリーなんかも入れたりしていて、こういった使い方もできるんだなっていう発見がありましたね。旅先でこうアクセサリーとかつけても、ホテルのテーブルとかに置いてもいいんですけど、持って帰るの忘れちゃったり落っことしたりとかしてなくしちゃうのも嫌なんで、こういうところに入れておけるとなんか安心ですよね。これが必ずしも落っこちないかっていうのは分かんないんですけど、私は今回指輪1本入れて持って帰ってきたんですけど、基本このような状態で閉じてるし、割とよっぽどこう逆さまに振らない限りはずり落ちてこないし大丈夫そうでした。こんな感じはミニ5サイズです。観光地でプロッター撮影するときは、私のように手が小さい人はバイブルサイズって正直ちょっと取りにくいんですよね、大きいから。でもミニ5なら比較的旅先で
観光地と一緒に写すにはちょうどいいサイズでした。おすすめです。そしてバイブルサイズの手帳なんですけど、今回は銅屋さん限定のカラーチャートプロッターを連れて行きました。これにして決め手なんですけど、とにかく軽いというところですね。軽さで選びました。プロッターの中でもシュリンクレザーが一番軽いんですよね。なのでシュリンクレザーが良くて、でさらにこのブルーミストの色がめちゃくちゃお気に入りなので、これを連れて行きたかったんですよね。なので今回こちらを持っていきました。やっぱ旅先でもテンションの上がるものを身につけたいですもんね。これがなんか旅先での母艦手帳みたいな感じで、割といろいろ詰め込んだので、私のプロッターにしてはちょっと分厚めな感じに膨れ上がったおデブちゃんになりました。でも本当に全然軽いです。出したらこのミニ5の方がちょっと重いかもしれないってぐらいな感じですね。それでは中を開けていきます。まずペンホルダーです。ここにはボールペンを1本刺していました。そしてプロッターのエンベロップホルダーです。この中には結構いろいろ詰めすぎてしまったんですけど、旅先でも手帳時間とかやりたくなるだろうなって思ったので、その時のちょっとしたデコアイテムをポロポロっと入れて持ってってます。グリシにマステを貼ってカットしたものとかを何個か入れてみたり、あとは種類ごとに細かく封筒に分けたものを入れています。こちらの封筒はトラベラーズノートのシールですね、両面シールのシートをこのように小さくカットして入れています。旅先でせっかく薄型の手帳とかにしても糊使いたくなった時に、糊ってスティックとかテープ糊とか、小さいのもあるんですけど厚みが出ちゃいますよね、絶対に。厚みをなくしたくて、厚みがなくても粘着できるものって考えた時にこちらがあったので、今回このトラベラーズノートの両面シールをいい感じにカットして連れてきました。実際に使ったんですけどとても便利でしたよ。ただこれはシールなので、あくまでもこの粘着のやつが透明じゃないんですよ。裏を見てもらうと分かると思うんですけど、この白いので透明な紙とかに貼るとこれが見えてしまうので、そこだけはちょっと注意してください。こちらは紙物ですね。手帳のデコとかに使えそうな紙物をちょっと細かくカットして入れたものが入っています。3つ目の封筒はこちらも紙物素材です。デザインペーパーをカットしたものになります。今回は旅行に来ているので、そういう旅行系のものもあった方がいいかななんて思って、デザインペーパーの中から旅行系のものをピックアップして、このように適当な大きさにカットして連れてきました。そして4つ目の封筒ですが、こちらはシートタイプのマスキングテープです。ひとときシリーズのシートタイプのマスキングテープを半分の大きさにカットして、ちょっと柄があるものと無地タイプのものを何枚か持っていきました。今回は3月に旅行に来ていて、ちょっともう暖かくなってきて春っぽいので、春色カラーをチョイスしてみました。旅先でどうなるかよく分かんなかったので結構たくさん持っていったんですけど、実際にはこの封筒の中身で使ったのは、今回はこのシートのシールタイプのものだけでした。マスキングテープをカットしたものたちをちょこちょこっと使ってます。結構これだけ一つのエンベロップフォルダーに入れると厚みも結構出ちゃって、ここの粘着部分とかが弱まってきちゃうので、この辺の中身とかはもうちょっと減らすとか、次の旅行の時にはもうちょっと厳選してもいいかなっていう感じですね。こんなに厚くなっちゃうんですよ。壊れかけになっちゃうので、この辺はもうちょっと考えたいところです。そして次にお土産リストです。絶対に欲しかったのが赤福とカール、あと京バーム食べてみたかったので京バーム、あと5分ネイルっていうものがあって気になっていたのでリストアップしましたし、京都のトラベラーズファクトリーに行って買いたいものがあったので TF と書いてます。それから抹茶、この書いたものの線で消されているものを基本買ったよっていうやつですね。グンネイルは買えませんでした。抹茶も一応お茶とか抹茶系のお菓子は
買ったのでいいかなっていう感じです。それから今年から5行日記を毎日つけていて、旅行中も旅先で書きたいなと思ったので、このように該当の日がある分のページだけ抜き取って持っていきました。ちょうどこの毎日同じ刺繍のシール貼ってたんですけど、旅のタイミングでそのシールが終わってしまったので、先ほどのマスキングテープをカットしてここに貼ってます。続いてこちらが今回ポップアップでその革物たちを購入した時に、いつも購入した日付と物とかを書いているので、それも書きたかったのでそのページを抜き取ってきました。あとホテルで暇だったら革のエイジングのこのページとかも新しく購入したものについて書けたらいいなと思ってごっそり持ってきたんですけど、意外と時間がなくてここをやる暇はなかったですね。それから同じように私いちごタルトが好きで食べ歩きをしてるんですけど、旅先でも美味しいいちごタルト食べられたらいいなと思って、その時用のこのいちごタルトの記録ページも持っていきました。ちょっとだけ書いてます。このシール貼るのにさっきの両面テープ使ってます。それからプロッターの 6mm 罫線のバイブルサイズのリフィルを何枚かちぎって持っていきました。普段このリフィルをめちゃくちゃ使ってるわけじゃないんですけど、プロッターの 6mm 罫線のリフィルって行番号が振ってあるんですよ。このバイブルサイズの 6mm 罫線って1から24番まであって、ちょうど1時間1行みたいな感じで使えるんですね。日付も書けるしっていう感じで、見せられないんですけど、こんな感じでざーっと旅の道中で何をしたみたいな感じのことを書いてます。旅から帰ってきて、振り返る時とかにも意外と使えて便利かなと思って一応つけてみました。毎日の日常として私こういう1日ごとの何をやったみたいなバーチカル管理っていうのはあんま好きじゃないのでやらないんですけど、こういう旅の時ぐらいはやってもいいかなって思いました。何枚か予備のページも持ってって、これは普通にこの行動ログ書かなくてもメモとしてももちろん全然使えるし、そういう感じで何枚か余分に持ってってます。それからもう一個トゥードゥーリストも一応入れていきました。旅行期間中もストップすることなくできるようにストックは作って旅に出たんですけど、旅行中の暇な時間とかでも YouTube の作業とかしたりもしていたりして、その時にトゥードゥーリストあったら便利かなと思って一応用意したんですけど、実際はそこまでがっつり作業っていう感じのことはしていないので、今回は使わなかったっていう感じです。かさばるものでもないし、あればあったで安心だったので、これは入れといてよかったです。それから変な場所にちょっとゴムバンドのリフィルをセットしてるんですけど、これについては後でお話しします。それからこのゴムバンドの後ろには、3泊した分のホテルのその宿泊の予約情報を印刷したものを挟んでいます。A4 の横向きで印刷してバイブルサイズ用に折ってセットしています。今回3泊してそれぞれ違うホテルに泊まったので3つのホテル分一応入っています。ネットで予約して旅に出ているので、ネットのページを見れば予約情報っていつでも確認できるし、わざわざ印刷する必要ってあるのかなっていう疑問を持たれる方も多いと思うんですけれども、私結構これ使いました。まず私スマホの回線が楽天なんですけど、楽天の回線って結構突然電波が入らなくなることがあるんですね。 Wi-Fi も持ち歩いているので、いざという時に Wi-Fi に切り替えれば大体なんとか乗り越えられているんですけど、 Wi-Fi も楽天で、今回のその旅の道中とかでも普段東京に住んでいるとそこまで県外になっちゃう問題は頻発しないんですよね。1ヶ月に1回とかそれぐらいの頻度かなっていう、出かける回数も少ないからかもしれないんですけど、それぐらいの頻度かなっていうぐらいなんですけど、今回の旅行中は1日に2回ぐらいは絶対に県外になっちゃう場面がありました。確認したい時に県外になって繋がらないって旅先では結構致命的というか、土地勘もない場所なので、もう泊まるホテルの名前がわからない、住所がわからない、
電波がない、調べられないってなったら最悪ですよね。なのでそういう電波がないところでも確認できる術っていうのがあってよかったっていうのと、あとは結構やっぱ旅先で観光名所を巡るにしても地図とか見たり、今回は青春18切符の移動でとにかく電車に乗ってる時間が長くて、例えばスマホで音楽を聴いたりとか、そういったことでも電池の消費が早かったりして、スマホの電池なくなっちゃってたらアウト問題っていうのもあったので、スマホの電池が切れちゃっても安心っていう、もうそういうちょっとお守り的な部分ですよね。保険の保険ぐらいの感じでこれ連れて行ったんですけど、私は結構頻繁にその最寄りの駅で降りたら何口に出るんだっけとか、そういったチェックインの時間何時だっけとか、こう割と1日に 2,3 回ぐらい確認とかで使っていたので、こんだけ3日分もあってかさばるんですけど、結果的にはこれ連れてってよかったなっていうページでした。いつ泊まるホテルだよっていうのを日付順に入れています。泊まった時にこのページ抜いていってもかさばりが減るし、それでも良かったのかもしれませんね。A4 をこうバイブルサイズに折りたたんでいるので、その分厚みが出るんですよね。ポワポワこう浮いてしまうので、ここを押さえつけるためにもこのバンドリフターを真ん中にしてみました。このバンドリフターにいろいろ貼ってるんですけど、これは普段使いのものをそのまま連れてきてるので気にしないでください。器具なんですけど、もう愛してやまないこのプエブロのペンシースに定規を1本、プロッターのボールペンを1本、それからハサミですね、スティック型のハサミを1本入れて旅に出ました。本当はここにペンホルダーがあるので、もう1本ボールペンをこうセットして持っていく予定だったんですけど、入れるの忘れちゃって出かけちゃいました。なので割とその移動中はここに入ってるペンホルダーからペンをこっちに移動してセットしていることが多かったですね。本当に必要最低限の装備という感じで、ハサミとか意外とタグすぐ切りたいとか、さっきのシート状のマスでカットするとか、ああいう時に使えるので便利でしたね。今お話ししたのが私が今回持ってった旅手帳とその中身なんですけど、おおむね満足しています。この2冊連れてってどっちもちゃんと活躍の場面があったので、2冊連れてってよかったなと思っています。交通とかにメモを取るのは圧倒的にこっちが多いので、こっちにもペンホルダーがあったらもっと便利だったなって思ったり、皆さん旅行に行くと旅先でこれ忘れたみたいな何かしら忘れ物ってしませんか？私割とそういうのがありまして、今回もいくつか忘れ物をしました。その一つが先ほどお話ししたここにペンをセットするっていうことなんですけども、これはそんなに大した忘れ物じゃなくて、ここにペンがあるし、ホテルでもペンはあるし、なんとかなるような忘れ物ですよね。この他に何を忘れたかというと、メイク用品ですね。アイブロウとアイシャドウを忘れました。どちらもマスクして隠れる部分じゃなくて、マスクして出る部分を忘れちゃいました。私はこの文房具とか、プロッターにお金をかける分、ファッションとかそういう美容とかにはそこまでお金を費やさないので、出発の日の朝メイクをして、その使ったアイテムをそのままポーチに移して、さあ持っていくぞっていう算段でいました。ですがそれを入れ忘れてしまって翌朝気づきました。たったの3日ごときでわざわざ1000円ぐらいのものとかを買ったとしても、その出費がもったいないなと思ったので、結局なしで調光レンズっていうんですかね、日光に当たるとレンズが色変わるやつでなんとかごまかしました。そういうのもあったり、あとはスキンケアアイテムの乳液を持ってくのを忘れたと言いますか、旅行に行く時ってだいたい試供品とかの化粧水とか乳液とか皆さん持っていくんじゃないかなと思うんですけど、いろんな試供品の中からこれとこれとこれみたいな感じで選んで持ってったんですよ。でもなぜか今回はやたらと洗顔とクレンジングばっかり入れちゃっていて、乳液がありませんでした。あったにはあったんですけど、2日分ぐらいしかなくて、入れる分量を間違えちゃったんですよね。そういうこともあったりなんかして、
忘れ物が多かったので、旅手帳をせっかく持ってくんだったら食い物リストみたいのをちゃんと作って、こういうお土産リストみたいにでこれ入れたあれ入れたっていう風にチェックしとけばよかったなっていう風な反省があります。なのでもし次そのどこかに旅行に行くってなった時は、その旅行に行く用途によってもこの辺の中身とかって変わると思うんですけど、マストのアイテムとしてそういう忘れ物チェックリストっていうのはでもいいんじゃないかなっていうのが今回旅行手帳を持ってみての感想でした。皆さんはどんな旅行手帳とかノートとかを持っていかれるんでしょうか。比較的そのコンパクトに手帳周りをまとめられたんじゃないかなと私は思っています。ぜひ皆さんもっとこうすればコンパクトになるよとか、私はこれを持っていきますとか、旅行手帳としておすすめのアイテムなど何かありましたらぜひコメント欄で教えてください。というわけで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。